大変なのだ。東京23区の新築マンション平均が1億3784万円まで上がったのだ。いきなり桁が重いわね。お財布が息切れしそうよ。しかも今日はマンションだけじゃなくて、野球代表とボクシングも来るじゃん。値段も試合も熱い夜なのだ。まずは住まいの話から行くのだ。東京23区の昨年度の新築マンション平均は1億3784万円で過去最高を更新したのだ。1億を超えてなお更新って本当に上がり方が強いわね。なんでそこまで伸びたんだろう。人気エリアが集中した感じじゃん。首都圏の1都3県全体でも9383万円で前の年度より 15.3% 上がったのだ。1都3県は東京、神奈川、埼玉、千葉のことよね。広い範囲で上がってるのが怖いわ。東京23区だけは 18.5% 上上って、ちょっと別世界じゃん。2020年度は7500万円台だったのに、2023年度には1億円を超えたのだ。数年でそこまで行くの、上がり方が急すぎるわ。家探しで予算表を見た瞬間に、そっと画面を閉じたくなる値段だよね。ただ、3月だけ見ると首都圏は1億413万円で 0.7% 下がって11ヶ月ぶりの下落だったのだ。少し落ち着いた月もあったのね。でも油断できる感じじゃないわ。23区の3月も1億5023万円で、上昇率は 0.6% まで縮んでたじゃん。2月の 37.4% と比べると、かなり縮んだのだ。月ごとの動きは荒いけれど、全体の高止まりは続いているのね。専門家は、都心の人気エリアで大規模タワーマンションが高く売れたのが大きいって似てるよ。用地取得が年々難しくなっていて、大型物件の供給も限られやすいのだ。供給が少ないのに人気が強いなら、値段は下がりにくいわよね。しかも所得の伸びより価格の伸びの方が大きいなら、買える人が絞られていくじゃん。さらに、イラン情勢の悪化で資材不足が出ると、着工できない物件が増える可能性もあるのだ。材料が足りなくなると、作る側も苦しくなるものね。マンションって遠い話に見えて、進学や転勤で家を探す時にも直結するじゃん。だからこそ、今後どこまで価格上昇が続くかは気にしておきたいのだ。次は野球の話なのだ。井端浩和監督の退任が正式に発表されたのだ。WBC の後に退任の意向を出していたものね。WBC って世界一を決める大会のことじゃん。そうなのだ。NPB は日本野球機構のことで、そこが今回、契約満了に伴う退任を正式発表したのだ。発表の窓口が NPB なのね。つながりが見えてくるわ。井端監督って現役時代はショートで、ゴールデン、グラブ賞を7回も取ってたよね。守備の安定感がすごいじゃん。中日や巨人で活躍して、引退後はコーチも務めていたのだ。代表監督に就任したのは2023年10月だったわね。若手を積極的に使ったり、15歳以下の代表や野球教室にも顔を出したりしてたの。育てる感じが強いじゃん。今回の WBC では、大谷翔平選手をはじめ過去最多の8人の大リーガーが参加したのだ。それだけ集まると、名前を並べるだけでも迫力があるわね。でも準々決勝でベネズエラに敗れて、連覇を逃したよね。惜しかったじゃん。井端監督は、勝たせることができなかったのは私の責任、とコメントしたのだ。その一言は重いわね。責任を引き受けるの、簡単じゃないもの。後任探しが本格化するなら、次の代表がどういう色になるか気になるじゃん。若手重視を続けるのか、経験重視に寄せるのか、そこは注目なのだ。続いてはボクシングなのだ。井上尚弥選手が中谷潤人選手との試合へ向けて練習を公開したのだ。無敗同士ってだけで空気が張り詰めるわね。32戦全勝同士で、しかも井上選手は 27KO、中谷選手は 24KO って強すぎじゃん。来月2日、東京ドームで7回目の防衛戦に挑むのだ。東京ドームで5万5千人規模が見込まれているのも大きいわね。ボクシングって、グローブをつけてパンチだけで戦う競技だよね。だから一発一発が重いじゃん。
公開練習ではシャドーボクシングやミット打ち、サンドバッグを合わせて15分余りやっていたのだ。スパーリングも80ラウンドほど積んだってあるわね。かなり仕上がっている感じよ。スパーリングって試合に近い形で相手と打ち合う練習みたいなものだよね。対策も最終段階でどんな試合の入り方や戦い方でも対応できるようにしているのだ。去年の呼びかけからここまで来たっていうのも物語っぽいわね。長かったようで短い1年って言い方がいいじゃん。待ってる側もそわそわするやつだよね。重圧は毎試合乗り越えてきたから気にしていないけれど、第一番で負けられない気持ちは強いのだ。その言葉だけで試合前の集中が伝わるわ。無敗同士だから序盤の一手で流れが変わりそうじゃん。どんな入り方になるのか見たいよね。素晴らしい試合を見せたいということは当日が楽しみなのだ。さっきのマンションの話で出た不動産って土地やその鉄着物のことなんだよね。土地と建物をまとめた感じなのだ。そうそう。動かせるものと動かせないものを分けて扱う必要があったんだって。動かないからこそ扱いが変わるのね。ちょっと面白いわ。昔は動産より不動産の方が価値が高いと考えられていたことも理由の一つらしいじゃん。土地は増やせないから考え方が今にもつながるのだ。フランスでは土地を天然の不動産、建物を性質の不動産って呼ぶんだって。国ごとに呼び方も違うの。結構好きじゃん。今日は家の値段も代表の交代も試合前の空気も濃かったわね。概要欄にリンクもあるから気になった記事はそこも見てみて。コメントで一番気になったニュースを教えてほしいのだ。それじゃまたね。